皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の行う外交戦略、ワクチン外交について取り上げていきます。このワクチンを使った外交というものは前例があります。それはマスク外交です。新型コロナウイルスのパンデミックが発生したその初期においては、世界中でマスクの需要というものが一気に増えました。そのため世界中の市場からマスクの在庫がなくなり、そのために世界中でマスクが必要とされて、医療関係者らが何日も同じマスクを使い続けなければならないという状況が世界中で発生しました。そのような状況下で中国はマスクというものを戦略物資として活用することにしました。中国では異業種が参入し、数多くの企業がマスクを製造、それによって膨大な量のマスクが作られました。それらについては通常ルートで販売されるのではなく、中国の当局のコントロールに収まり、その中においてある程度まとまった数については、中国共産党にとって非常に良い宣伝になるというような場所に重点的に配られました。例えば中国と一帯一路との関係において非常に深い関係であるイタリアなどにおいては、非常に大量の医療物資が配られ、それによってイタリアの現地当局などが中国共産党に感謝するといった光景などがありました。この話というのは他にも東欧の国々やもしくはフランスやドイツなどでも同じような展開が起こりました。ただし異業種が参入することによって実際には粗悪品も大量に混じっており、そのためにヨーロッパ各地では大量の返品騒動なども起こり、中国の品質は本当にひどいものだという具合にして笑い話にもなりました。ただし全体としてはマスク外交というものは機能し、日本などでも中国共産党につながる会社経営者らが中国製のマスクなどを大量に行政に寄付し、それによって日本でもこうした中国製のマスクについてありがとうという感謝を述べる場面が非常に多数見られました。もちろんこのマスク外交というものはマスクの製造量がある程度需要に追いつくようになって戦略物資としての価値はなくなり、中国自身もマスク外交というものをやめました。そして次に戦略物資として使われるのがワクチンです。新型コロナウイルスに対するワクチンは世界中で開発が行われており、まずロシアが一番にワクチンは開発できたと表明しました。そして中国もワクチンについては目処が立ち、もう使用が開始されたというニュースが流れています。しかしロシアや中国製のワクチンには明らかに素人でもわかる問題を抱えています。今回はそのことについても少し触れていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。中国、コロナのワクチン、タイやベトナムなどに優先提供表明。中国の李克強首相はタイやベトナムなどメコン川流域の5カ国の首脳らとテレビ会議を行い、中国が新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功すれば優先的に提供する意向を示しました。中国政府によりますと、李克強首相は24日、中国を源流にインドシナ半島を流れるメコン川流域のタイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの合わせて5カ国の首脳らとテレビ会議を行いました。この中で李首相は中国とメコン川流域各国は同じ川の水を飲み、家族のような関係だ。新型コロナウイルスに共に立ち向かい、地域の活力の回復に努めてきたと述べました。そして李首相は、中国が新型コロナウイルスのワクチンの開発に成功し、利用が開始されれば、メコン川流域各国に優先的に提供すると述べました。中国の習近平国家主席は、中国がワクチンを開発すれば、途上国に積極的に提供する考えを示していて、中国としては、メコン川流域各国にも同様の姿勢を示すことで影響力を強めたい狙いがあるとみられます。一方、メコン川をめぐっては近年、水位の異常な低下で農業や漁業に深刻な影響が出ていて、流域の各国からは上流の中国で建設されたダムが原因ではないかという指摘が上がっています。これに関して李首相は、中国国内の川の流量や水位などのデータを年間を通して共有する考えを明らかにしました。中国が提供を約束した新型コロナウイルスのワクチン、中国においてはどのような状況なのか見ていきましょう。中国、7月から前線の医師らにワクチン投与。中国は7月以降、新型コロナウイルスの感染拡大に前線で対応する医師らを対象に、実験段階のワクチンを投与していることが分かった。国家衛生健康委員会の科学技術発展センターの責任者が22日、国営中国中央テレビとのインタビューで明らかにした。同責任者によると、ワクチンは中国医薬集団シノファーム傘下の中国生物技術が開発し、
治験の最終段階にあたる第3相試験がアラブ首長国連邦、UAE、ペルー、モロッコ、アルゼンチンの各国で実施されている。中国のワクチン関連法には、緊急時に一定の規模と時期に限って投与を認める手続きが明記されている。これに基づき、先月22日に貿易担当者や発熱外来の医療スタッフ、入国管理当局者らへの投与が承認された。次の段階としては、今年の秋から冬にかけての感染拡大を防ぐために、同ワクチンを使用する可能性がある。医療関係者を対象に免疫のバリアを構築でき次第、市場や交通機関、一部のサービス業界で働く人々への接種を進める方針だという。中国で現在治験が実施されている新型ウイルスのワクチン候補の数は世界で最も多い。6月には人民解放軍の軍事医学研究院と国内の製薬会社監視のバイオロジックスが共同開発したワクチン候補について使用対象を軍要員に限定した承認が下りていた。新型コロナウイルスに対するワクチンを外交のカードとして使い、それによって自国への有効度を上げる。この行為そのものはある程度の成果を上げるでしょう。というのも、世界中の国々においてワクチンを開発できる国力がある国というのはそれほど多いわけではありません。特に今回の話で出てきた東南アジア各国は自分たちの国でワクチンの開発をどんどんと進められるほどの産業があるわけではありません。ですから、中国がワクチンを開発しその完成品を優先的に送ってくれるというのであれば、これに感謝する国々でもあります。こうした中国のワクチン外交というものは東南アジアにとどまるわけではありません。私はこのチャンネルの中で中国がいかにして孤立しないか、そのための活動相手として反米国家の例を挙げました。例えば世界にはアメリカと対立している国々というものが様々な地域にあり、それらの国々というのは中国にとっては非常に友好関係を結びやすい相手です。また、国によってはアメリカとの関係において別に親しいわけでもないし、だからといって疎遠でもない、いわば中立的な立場にある国々なども非常に多くあります。そうした意味において、中国は東南アジアや中東、アフリカ大陸、そして東ヨーロッパなど、これらの国々に対しては、ワクチン外交が有効であるとみなしているでしょう。そして実際これらの国々は、欧米メーカーの開発しているワクチンを十分に確保することは難しいと考えられています。ですが、この外交には一つ大きな問題があります。それはワクチンの信頼性です。中国は新型コロナウイルスのワクチン開発が順調に進んでいるといったことを述べています。また、ロシアなども同じようにして、もはや新型コロナウイルスに対するワクチンはできたということを表明しています。しかし、どちらも一つ大きな問題を抱えています。それは、欧米のメーカーが治験などを手続き通り進めているのに対して、中国やロシアというものはその治験というものを終わってはいません。治験が進んでいる状態、その途中においても大丈夫だというふうに実用を開始してしまっているのです。ですから新型コロナウイルスに対するワクチンのその安全性や有効性についてしっかりと科学的な見地に基づいて成果を出しているわけではないのです。きっと効くだろうという第1回の治験や第2回の治験をもとにして、まあまあ大丈夫だろうというふうにして、かなり見切り発車的に実用をスタートしてしまっているのです。このような事情もあって、例えば世界で一番最初にワクチンを開発したのだと豪語するロシアなどにおいては、このワクチンに対する信頼感が非常に低く、ロシア国民の半数以上がなるべくだったら自分たちは使いたくないなという、そういったアンケート結果なども出ています。また、中国の話で言えば、中国国内におけるワクチンの例えば副作用が起こったとしても、それは中国共産党にとっては、情報統制によってかなり闇に葬ることができるでしょう。しかし、外交戦略としてこのワクチンを使って、例えば東南アジアや中東やアフリカ大陸にこれらのワクチンを配り、それによって多くの人々に副作用などが発生し、もしくは新型コロナウイルスに対する実は重症化率を下げる効果などが見られないとなれば、ワクチン外交は破綻してしまいます。欧米各国で行われている治験というのは、確かに審査基準などは随分と政府の関与によって省略はされていますが、治験そのものの内容などについては別に省略しているわけではありません。だからこそ時間がかかっているのです。そうした意味において中国やロシアの行っている治験をすっ飛ばしてもう実用化してしまったという話は、かえってワクチンに対する信頼感を下げ、それによって反ワクチン運動などに勢いを持たせてしまうのではないかと私は思います。
皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。